はい、皆さんこんにちは。今日はこちらの奈良県のね、展示場と言われる、新しく借りた駐車場に来ております。向こうがね、旧24号線で、あそこ富士トランスポートの本社と第一工場をね、結ぶ道ですけど、そこの途中にね、こういった置き場がございます。はい。で、今日のお題ですけど、新車うち結構なね、台数、毎回入ってくるわけですけど、どんな感じでこう新車を仕上げていってんのか。仕上げるといってもね、ほぼ仕上がってくるわけですけども、いろいろなね、最終的な作業がありますんでね、そういったのがどんななのかっていうのをご紹介したいのと、あとはどんな車が今あるのか、どういう車がねあって、どういう車がどういう視点に行くのかっていうのもね、紹介できればと思います。で、いわゆるここはですね、新車の状態で、今ね、ナンバーついてない車もありますけど、こういう状態でまず入れていただいて、当社って内製化してますんで、こういう看板とかを、自社で貼るんですね。富士とかね、マークとか袖書きとか。なので、一回入れていただいて登録の準備、要は登録もね、すぐ書類もないのにできるわけではないので、そういう登録をする前の段階に時間が空いてる時はね、ここに車を入れてシールとかね、先に貼ったりとか、あとはそのデジタコ類いろいろありますけどね、デジタコも今はバックアイカメラ連動になってるんで、そういったカメラに配線つなげたりとか、あとはドコマップ関係、ドコマップもこの手のやつは全部ドコマップビークルって言って契約変えるだけでねいけるんですけど、いろいろなね付帯作業をここでね行ってるという感じでございます。はい。それではね、どんな車型があるか見ていきましょう。まずこれ新車移管となってますけど、皆さん見てご存知の通りスワップなんですけど、今までね、スワップトラックってフルキャブでしかなかったんですけど、このスワップはね、ショートキャブのスワップで、これはもう実は、今までのトレックスさんのとはまた違ってですね、上物が航空、バンの4.1 メーターのね、高さのやつがつきます。こちらはですね、構造上、その 4.1 メーターって日本はね、3.8 メートルが上限になるんで、高さですね。はい。4.1 メーターは通せないんですよ。その 4.1 メーターの単車っていうのが無理なので、積載物としてね、通すために、要は車としてはこの車種だけみたいな。で、上に積載物として 4.1 の高さの箱を乗せるっていう、そういう構造のためのスワップトラックになってますね。なので、脱着式になってます。あまりね、この外された状態で見ることはないんですけど、トレックスさんのと違ってコロコロみたいなのいっぱいついてるじゃないですか、トレックスさんのは。それがね、こちらの車はない状態で、今ね、待ってる状態です。で、こちらもね、ソーリンエアサスで、この手のね、ソーリンエアサスのショートキャブってなぜかわかんないですけど、全部ね、オートマしか選べなくなったんですね。なので、オートマチック仕様になってます。こう見るとね、ダーケンのね、工具箱とかはついてますね。これはハイドローダー仕様だから、ジョロダーのね、ハイドロールのユニットがついてますんで、制御盤入ってるのもダーケンの工具箱だったりしますね。反対側は普通の工具箱ついてたりします。シャシも防水の塗装になってますし、どこ行くんだろうね、これスタッドレスだから降雪地行くのかもしれないですけど、航空のね、あれだから別にそんな雪降るとこに持ってかないと思うんですけど、ちょっと行き先がね、まだ決まってない状態です。あとこちらが4000番台の交渉ですね。ともに、こちら高松市で、こちらまだ未定ということでございます。最近の方はセンサーに近わってるのと、あとはここに速報のセンサーがね、今ついてるんで、ここをね、くぼみ入れてます。そこがね、見分けポイントになってるんで。センサーがこのセンサーになってるのよりも、このくぼみ付きは新しいです。で、このくぼみは全部の車つくわけじゃなくて、ショートキャブのね、車に限ってここがついてきます。なぜなら、普通だったらフルキャブここぐらいまで来るんで、ボディもこの辺からになるんで、ここかわせるんですけど、ショートキャブの場合は箱が長いんでね、被るんですよ、このセンサーに。もう当然ね、そのまま下ろすと当たるんで、ここをね、ちょっと切り替えてると。そういう箱になってます。これはトランテックさんの箱で、ご存知の通り、スライド観音ってやつですね。はい。ちょっとこちら開けてみましょうか。ね、こういう感じになってます。中も変わってないですけどね、スライド観音自体はいろいろアップデートされてってます。やはりね、錆びやすい部位が多いんですよ。だから結局こういうところもね、アルミとかで作れないわけですよ、ステンレスとかでは。だから鋳物になるから全部鉄なんですよね。だからやっぱり当たったりとか、金属疲労が起きたりとかすると、どうしてもね、錆びが来てしまうんでね、こういうところはもう鋳物なんで、しょうがないですけどね。内側とかもね、ラッシング3段ついたり、路線のね、便走ってる人には、ね、人気のお車になっております。で、あとアルミホイルがね、最近のこの辺の新車は全部タフブライトになってますんで、要するに今までだとね、アルコアのね、シール貼ってあったんですけど、ホイールがタフブライトっていう、日鉄さん、日本製鉄さんですね。US スチール買収した日本製鉄さんのアルミホイールになってるんで、このアルミホイールのいいところは、日本製鉄さんといえば鉄の加工が得意なんで、日本だと電車の車軸とかね、そういうのを作ってるんですよ。あとはトラックでいうとリターダーとかね、そんなのも作ってるんで、技術がすごいです。その技術をアルミに活かしてて、非常にアルミのね、密度も高いので、すごい丈夫ということで、当社はね、こちらにしました。こちらがね、アルコア
で、こちらが日鉄さんのタフブライト。あと重さがね、1本あたり、これちょっと10輪のサイズなんでまた違うと思うんですけど、低床でね、確か1本 800g かなんか違うんですよ。とりあえずね、低床で12本買えると 8kg変わるんでね、重さが。はい。それだけね、軽くもなってるということですね。トレーラーずらっとありますけど、こちらはもう全部当社がね、新しく展開している低床トレーラー、ずらっとトレックさんの入ってます。で、こちらも一台一台に、こういったところね、ドコマップのセンサーつけてますんで、箱自体もどこに行ってもうちではね、全部管理されているような状態になってます。今のね、物流の事情でマルチテナントっていうのがね、どんどん増えてるじゃないですか。で、マルチテナントさんが増えるということは、だいたい地面から1メーターぐらいのね、高さになるわけですよ、そのホーム高が。そうするとトレーラーだとね、やっぱ腰が高いんで、なかなかね、そこのバース合わせが難しかったんですけど、この車の場合はもうフラットでね、そのままいけるんで、最近はね、どんどんこの低床のね、トレーラーを入れてってということでございます。で、こちら6000番台。これがね、中低床、岡山行きです。なんでまだ中低床はこれ、アルコアのままなんですね。なんか随分ホイール汚いように見えるけど、アルコアのままで。交渉はタフブライトになってるっていうね。全然輝き方がね、違う。綺麗なんですよね。この傑作加工っていうんですかね、そういうのがすごい綺麗なんですよね、タフブライトの。で、こちらも倉敷行き、ほとんどね、中国地方です。こちらがまだね、完成そんなにしてないっていうか、未完成に近い車ですけど、この状態で新車に入ってきて、で、看板とかつけるんですけど、よく見るとね、うちの完成車っていうのがちょっとここにあるか、後ほどちょっと紹介しますけど、この状態からミラーカバーとか全部塗るんですよ。ミラーカバーと、あとはリップスポイラーと、で、あとはこの辺ね、ライトの周りをちょっと塗り分けするんですよね。そこで完成になるんですよ。なんで結構ね、車入れてからもいろいろね、手かけてます。こちらは三菱ふそうの FU のショートキャブですね。で、この FU のショートキャブに関しては、パブコさんの兜がついてます。なんで、いわゆる低床の2階建ての部分と、高床の2階建ての部分はね、実は違うんですよね。そういう形で、FU と低床では使い分けをしてます。で、こちらの車は特別モデルになってて、通常ね、ショートキャブなんで、6S10しかエンジン乗んないんですよね。それを 6R20 乗せてます。なのでこの辺のね作りが結構計算してやってますね。細かいところのね。でやっぱりどうしてもこのねセンサーが逃がせないっていうので、あとはこういうフェンダーとかもね切り替えてますけど、やっぱりここがね切り替えてますね。ここにこういうものがついてるんで、これがここにね当たることによってうまく煽りがねあまり中に入り込まないように、こういうのがね不走の車にはついてます。こちらもねトランテックさんの箱ということですね。ともに下回りはタクラーと、あとは防水塗装をねされてますけど、後ろね低床ですけどね、ちょっとね形違うの分かりますかね。そう、低床ありましたわ。こういう形で2階建てがね実は違うんですよ。横から見るとね、窓の横に兜の方は通気口っていうかサーキュレーターのね穴があそこに向こうの車あるんですよ。ですけどこういう形でサーキュレーターがねついてるんですよね、兜の方。車の場合後ろになるんでね、ちょっと見ていきましょうか。そうそう。でこういう風に塗り分けるんですよ。ミラーカバーと、あとここのグリルのところのねラインが入ってて、リップスポイラー塗ったりとか、あとヘッドライト周りをね塗り分けしてます。結構ねこだわってるんですよ。あそこね出っ張ってはないですけど埋め込まれてると思うんですけど、あそこがサーキュレーターがねついてる場所になります。そういうような感じでね細かく見るとね全然仕様がねそれぞれ違うんですよね。この車もでも不走だね。これも不走、同じ不走だけどね、不走さんの車ですけど、スライド観音ですけど、こっちはあれだ、四つ折りなのね。四つ折り仕様はステンになってるんですけど、そう四つ折りだとねこの門高ステンできるんですよ。あとはロックバーもステンレスできるんですけど、スライド観音はああいうとこ全部ね鋳物でやらなきゃいけないんで、全部鉄になってしまって、そこがねちょっとデメリットといえばデメリットですね。しみじゅん。この前もね冷凍車紹介させてもらいましたけど、同じくローキャブになって、ダブル弱になるということですね。こちらの場合も265になります。ソーリンエアサス。そんな感じで非常に快適なお車ですね。こちらも交渉。これはなんだ、不走さんの交渉だけど、フルキャブだ。こっちはフルキャブね。ややこしいんですよ。不走なんかいろいろあるから。フルキャブだと当然ねセンサー逃げるんで、全然このセンサーの位置が違うじゃないですか。さっきはねこの辺になってからもうここ切り替えてましたけど、これはフルキャブのトランテックスのねボディですね。皆さんだったらどの車がいいですか？結構うち車型多いですからね、細かく見ると結構いろんなのあるんで、もう僕もねわけわかんなくなってくるんでね、この辺もね塗り分け済みですね。ここでいろいろね細かい作業をしてデジタコのね取り付けとかをやってるわけですけど、作業中だと思うんですけど、こんな感じでね全部サイドカメラ取り付けてみたりとかやってるわけですよ。デジタコとかね取り付けて、で空調車だとね冷凍機の操作パネルがあるんで上にくっつけたりとか、ね、いろんな、ことやんなきゃいけないんですけど、こんな感じでね作業中でございます。はい、ということでねここで作業をして完成のね置き場の方に行きますんで、そちら移動してみたいと思います。
はい。それではね、場所を移して今、こちら、奈良の、支店の裏ですね。もともとね、ここにこう新車がね、ずらーっと奥から並んでたんですけど、最近はね、ちょっと半々みたいな感じにしてますけど、こちらに完成後の新車がね、来るということで。で、まずこの FW のこの冷凍車。これはね、トプレックさんの冷凍車ですけど、こちらもね、最近は北海道になるんで、多分北海道だとうち半導体運ぶからかなんかわかんないですけど、これみんなね、子供総輪エアサスになってるんですね。なので、乗り心地はいいですよ、という感じですね。それが石狩支店行き2台あるのかな ?3 台も行くのっていうことで、こちらの車はサーモキング製の冷凍機ついてますね。当然ね、スタンバイ電源もついております。内容はこんな感じですね。低床なんで屋根高いし、屋根はメソピアが張ってますし、横はデュラウッドですね。矢野特殊とかだとね、ステンレスになるんですけど、床に関してはやはりキーストンですね。で、部材も全部ね、積んであります。だし鉄板ですね。あとはプラスチックコンパネ、プラコンで、奥が8本という感じです。ツエバー式になります、こちらは。なんで前と後ろでね、温度帯変えたりできますね。あとエアサスの庫内スイッチもついてる。こちら冷凍車3台という感じですね。あと新車はやっぱ冷凍車ばっかりですね。こちらも石狩支店行き4台北海道持ってくるんですね。っていう感じで、ちょっと新車はね、数少ないんで、今結構持ってく直前にこっち持ってきたりしてるんで、今のところは北海道行きの車が多いですね。あと熊本から成田に移関する、先ほどの写真見てもらったと思うんですけど、こちらが 4.1 メーター。繋がるとこんな感じになるんで、旗から見るとスワップっぽくないですよね。普通の箱車に見えるんですけど、実際はこういう感じで、壁みたいです。怖いですよね、高いのね。じゃあちょっと最後ね、また違う車見に行って終わりにします。しみじゅん。最後にこのスペシャルトラックが止まっております。こちらはね、おじとらさんのね、動画見ていただいた方はご存知かと思うんですけど、ということでございます。この車はまだ未完成です。矢野特殊さんで見た時は、ちょっとね、薄い感じだったんで、またこれ当社で塗り直して、簡単な塗り分けだけしてますけど、ここからね、どのように変わるかは、残りはセノプロなんで、前回りも変わるかな、後ろも変わるかな、横も変わるかな、まだいろいろ、そこら辺はね、まだ内緒なので、完成した車をね、お楽しみいただければと思います。ちなみにこの車のスペックとしては 420R のスーパーなんで、パフォーマンスはいいですね。キャブに関しては、デイキャブですね。デイキャブって日帰りみたいなイメージだけど、普通にね、人寝れますんでね、冷蔵庫とかもついてますし。で、若干このね、コーナーカメラのね、形状が今までのと違う気がします。で、スペック的にはフルエアサスですしね。サイドガードタクラ。で、ダーケン、消火器ですね。で、あとはこういうところに、ラダーって言って階段つけてます。横と後ろと。こちらもドーマフェンダーと。当社のね、ワーズ調マーカーと。で、開閉式のブラケットもつけてます。スペアタイヤついてるから難しいかな。後ろさんのね、ちょっとご希望で、リンギーレつけてほしいって言われてるんですけど、ちょっと厳しいですね。ちょっと考えなきゃいかんですね、これね。あんなスペアタイヤ外していいんだったらいいけど、工具箱はここつくけど、リンギーレがやっぱタイヤがあるから難しいな。無理だね、これスペアタイヤあるから。なんか細いね、ちっちゃいので良ければいけるかもしれないですけどね、ここら辺だけね。ちょっと検討してはみますけど。そんな感じで今ね、ぐるっと新車見てきましたけど、当社のホームページよくご覧になってくださってる方、ご存知かもしれないですけど、スカニアをね、50台発注するというのはね、決まっておりまして、こちらはね、冷凍車ですけど、予定してるのはそれも単車で、トランテックさんの箱。それで、完成車ベースだけれども、4枚観音にしたりとか、塗り分けとかちょっと塗装も変える予定です。で、あとは、若干セノプロ仕様じゃないですけど、ちょっとしたセノプロみたいな仮装にするっていうね。ちょっとそこも内容まだ秘密なんですけど、そんなのもね、考えてますので。スカニアに関してはね、ちょっとどういう拠点に行くかっていうのは、まだまだ何とも言えないんですけど、ある意味ね、そういうマイスターみたいな、ある程度会社に貢献してるっていうのが、数字で現れてる方に乗っていただくかとか、それか、スカニアのね、直営の拠点っていうのが、まだまだ決まったところにしかないので、そういったところの、支店に配備するかとか、いろいろね、それは運行業務部っていう、うちの運行部隊がね、決めてるわけですけど、そんな予定がありますので、今年中にね、多分その単車のスカニアも入ってくると思うので、またそれはそれでね、ご期待いただければと思います。はい。それではね、また動画企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。